聖願宗光です。今日は40代女性さくらさんからいただいたご相談です。はじめまして、小学生の長女を亡くしました。とっても辛いです。もう3年経ちますが、全然前を向けず、まだ毎日のように涙が出ます。長女の死を受け入れて前を向くことができません。そして自分だけが元気に生きていること、やりたいことをやっていることに対して、長女に悪いな、長女ももっとやりたいことがたくさんあったはずなのにと思ってしまいます。長女ということもあって厳しく育ててしまったこと、闘病中が思春期だったので余命が分かっているにもかかわらず言い争ってしまったことなど罪悪感が拭えません。よろしければアドバイスいただけるとありがたいです。本当に苦しいさなかご相談をくださったんだなと心が痛みます。私も息子がいるんですね。今5歳です。同じ親として相談の文章を読むだけで本当に辛いなって苦しいなって思います。3年経っても涙が止まらないなんて当たり前ですよね。想像しても同じようには感じることはできないと思うんですけれど、本当に苦しくて辛い状況に置かれていらっしゃるんだろうなということだけは想像できます。だけどすぐに思ったことがありまして、もちろんですけど、それだけ深く今も愛していらっしゃるっていうことは間違いないと思うんですよね。愛しているから苦しくて、愛しているから涙が止まらないんだと思います。そしてもう一度言いますけども、今苦しくて辛い、涙止まらないっていうのは本当に当然のことで何にも悪くないと思うんです。誰だって同じ状況だったら同じ日々を過ごすんじゃないかなと思います。とは言ってもですね、ご相談くださったわけですから、禅の立場から少し楽になるようなことを言えればいいんですが、うまくできるか分かりませんがお伝えしてみます。禅の修行でですね、湧いてくる苦しみとか悲しみとか辛い思いとかに対してそれを消してしまいたいとか抗ってしまうっていうことは全然推奨されないんですね。抵抗すればするほど飲み込まれていく、そんなふうに考えます。そしてそのまま逃げずに、逃げるっていう表現もあまり良くないかもしれないんですが、忘れようと頑張らずに浮かんでくる考えとか感情はもうそのまま認めてしまう、あるなって気づいて気づき続けるっていうことも必要だろうと思います。そしてもう一つですね、亡くなっておられる娘さんね、その亡くなったということは事実でございますけども、仏教ではある意味死ぬことは消滅することではないよっていうふうに言われるんですね。例えばさくらさんの娘さんの肉体は今目の前にいらっしゃらないわけなんですね。当たり前なんですけども、
娘さんにかかわらず、私もさくらさんも、人はみんないずれ亡くなってしまうわけなんです。じゃあ亡くなった後どうなるか。肉体は亡くなった後、埋葬するなり火葬するなり、いろんな方法で自然に帰っていくことになるんですね。この自然のどこかに帰っていくわけです。物体は、この肉体は。そしてそれがまた新たなこの世界の何かを構成したりとか、何かの養分になったりとかして、また新しい命、または新しい何かに変化して存在し続ける、消滅しないというふうにも捉えることができます。じゃあ人が生まれて死んでいくことは、肉体としてこの世に出てきて、でまた自然に帰る、それだけのことかというと、決してそうではないんですね。今さくらさんが握りしめて心の中で抱きしめているのは、娘さんの肉体でもなければ、娘さんの物体的な何かではないですよね。思い出だったりとか、まだ残っている感情とか愛情だったりするわけなんです。さくらさんの娘様が生まれて亡くなっていく間に、たくさんの情報、あるいは何らかの気持ち、感情、そういうことをこの世に残してつないできたわけです。でもっと言うと、今私はさくらさんの娘さんがいらっしゃったから、ここでこういうふうにお話をしているわけなんですね。万に一、それは娘さんにかかわらず、私がこの世にいなければ、さくらさんのこのご相談のお便りは存在しなかったわけですし、そういう行動にも出てないと思います。で、さくらさんの娘さんの存在がなければ、私が今ここでお話をすることもないですよね。さくらさんの娘さんの生きた証が今のさくらさんの毎日の中に存在していて、で私の今の世界の中にも存在している、そんなふうに解釈することもできると思うんですね。ですから人は亡くなると、人が死ぬと形を変えて存在し続けていて、情報を上書きしたり追加して、それがまた連鎖して他の人、この世の中の出来事、誰かの人生を変えることがあるんですね。私のこのお話を聞いて、なんか少しでも行動が変わる人がいたりとか、あるいはさくらさんのご相談の内容自体に勇気づけられたり、あるいは励まされたりする人がいるかもしれませんね。仏教では物事はすべて原因と条件が揃って現れるというふうに説かれます。ですから娘さんが生きて亡くなる間、またその亡くなった後も、娘さんが作った原因と娘さんが作ってくださった条件と、そういうものが今も続いていて、それが存在していて、きっとさくらさんの存在の一部になっておられるんじゃないかって思うんですね。娘さんは今いらっしゃらないけども、私娘さんのことを一生懸命頭の中で想像して心が動いてこうしてお話をしているわけですから、そういうことは言葉で言うと簡単ですが、
やっぱり共感しづらいことでもあろうと思います。でもさくらさんであれば「あ、そうなんだよ、私は分かっているんだよ」っておっしゃってくださるかもしれません。そうでないとしたらぜひ娘さんの存在をですね、今自分の暮らしの中とか自分の頭の中、心の中に見つけてみてください。きっとあります。原因と条件がまだ残って存在していると私は感じています。これはちょっと表現がね難しいので、でも一生懸命になんか足しになればとお話しますけれど、娘さんの命が物体的になくなってしまって今ここにいないっていうのは事実ですから、言うと娘さんからそういう命のバトンをさくらさんがですね受け取って、それがまた私のもとに一部だろうとほんの少しだろうと影響を与えてくださって、こうしてお話をしている、そういうふうに思うわけなんです。するとどうでしょうかね、さくらさんの娘さんが望む喜ぶような人生、あるいは生き方、過ごし方ができればいいんではないでしょうかね。さくらさんの娘さんがきっと、毎日悲しんで苦しむのはわかるんだけれども、じゃあそれをこれからもずっと抱えたまま私のことで苦しんで生きてくださいなんて言うわけないですよね。そう思っていらっしゃるわけでもないでしょうし、想像のお話なんですが、想像してみるとそういう思いはきっとみじんもないんだろうなと思います。身勝手な想像ですが、もし娘さんの思いや残された何らかに意志があって気持ちがあってさくらさんに何か伝えていらっしゃるとしたら、何を伝えたがっていらっしゃるんでしょうか。私は勝手ながら頑張ってって、ママもっと頑張ってって、前向いていいよって応援してくださってるように思うんですね。でもね、今置かれている状況が本当に苦しい最中ですから 100% 前を向くなんて絶対にできないと思いますし、当事者でもない私の言うことですぐに変えられるなんて無責任なことも言えません。受け入れられない言葉であれば無理に受け入れなくてもいいとさえ思います。少しだけでも結構ですから、今日のお話の中でこれはいいなとかこう考えてみようっていうことがあるんであれば幸いです。さくらさん、そして動画を最後まで見てくださった皆様、本当に感謝いたします。ありがとうございます。